皆さんこんにちは。先日、とある保有銘柄で分割が行われるも、株主優待の基準が分割前と同じで、なかなか部分的に売ることすら踏ん切りのつかない優柔不断な投資家、カモラレです。さて、今回の動画テーマは、サムネイルにもありますように、PBR の低い銘柄が数多くある問題、これに対するテコ入れの強化についての投資テーマですね。第3弾として、低 PBR を改善するもう一つの道。第1弾では低 PBR 問題の本質、改善するには2つの道があるという話をご紹介し、第2弾でその片方の道、自社株買いの可能性が高い企業というのを分析しました。今回はもう一つの道ですね。経営体質を改善する。具体的には ROE をテコ入れするということで、本当に利益を生み出していける企業として注目が集まりそうな銘柄というのをご紹介したい。分析するポイントとしては ROE の長期的な向上で見ていかなければならない重要となってくる項目。これに当てはまる銘柄というのをご紹介していきたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。さて冒頭で少し触れましたけれども、今回の動画第3弾ということで、こちらのスライドを何回かお目にかかった方も多いかと思いますけれども、簡単に概略を第1弾、第2弾で何をしたかお話ししますと、今年に入ってから東京証券取引所が PBR の低い、具体的には1倍以下の銘柄が欧米に比べてあまりにも多すぎる。なんとかしてマーケットから評価を上げろと企業たちに努力を求めているわけですね。PBR1 倍以下というのは具体的に言うと、企業が持っている総資産から借入金などの負債を返却した時に残る価値。これが時価総額よりも多い状態。つまり足元の株価は企業の現在の解散価値よりも下回っている。将来の利益を織り込んでいないような低い評価の状態の銘柄を指しています。具体的に PBR の計算式をおさらいしますと、時価総額割る株主資本ということで、あるいは分母分子それぞれを発行済み株式数で割ることで、株価割る1株当たりの純資産という風に表現されることも多いですね。この式だけを見れば、時価総額を上げるか株主資本を下げることで、PBR の数値は計算式上上がっていくということになります。この2つの道、まず時価総額を上げていくためには当然株価を上げていく。そのためには長期的な目線で企業成長、利益をどんどんと上げていく。そういった手法が一つ目の道になります。一方で株主資本を下げるというもう一つの道に関しては、すでに発行している株式の中から一部を現金使って自社株買いを行うことによって分母の方を小さくしていく。これによって PBR を上げていくという、こちらは短絡的に解決しそうな手法ですけれども、もちろん自社株買いには現金が必要なので、キャッシュが余っている企業、余裕がある企業というのがこちらに該当しますね。前回はこのキャッシュが多く余っている企業というのを分析してご紹介しました。今回第3弾では株価の上昇、具体的には ROE を経営環境を整えていくことで企業成長を目指す、非常に良好な経営体質が取れている企業というのを今回は分析していきたいと思います。ですので前回ご紹介した自社株買いというのは非常に短期的な解決手法、投資する我々としても自社株買いが発表されるタイミングで持っていればラッキーというような、とても短いスパンでの投資というニュアンスが強かったですけれども、今回ご紹介するのは非常に長期投資、長い目で PBR を改善していきましょうというお話になります。さて第1弾の動画では PBR 問題の本質、これは何を示しているのかというのを計算式分解することでご紹介いたしました。これをですね、今回 ROE でも同様に行っていきたいと思います。先にですね、PBR の計算式の分解でどのようなご紹介をしたかと言いますと、先ほどご覧いただいた PBR の式、時価総額割る株主資本。これをですね、それぞれ一つ要素を加えることで、2つの式の掛け算と変換していきます。分母は株主資本、分子には時価総額、そして空いている分母分子のところには同じ要素を加えることによって、式としては相殺する形になりますが、2つの要素で何を改善すべきかというのが見えてくるということで、ここに当てはまるのは純利益というふうにご紹介しました。そうするとですね、純利益割る株主資本というのはROE、そして時価総額割る純利益というのは PER であると、ご覧のように式を分解したときに、第1弾の動画ではこの PER というのが企業の立場としては基本的にどうすることもできない
PER を動かす要因というのは、マーケット参加者、株主であるというふうにご紹介しました。ということは、企業が PBR を改善しようと思ったとしても、PER は結果論ですので、企業としてできること、PBR を上げるには ROE を改善していかなければいけないと。これが PBR 問題の本質、簡単なおさらいですね。さて、今回は ROE の本質ということで、さらにこの真ん中の ROE を計算式分解していきたいと思います。ROE は純利益割る株主資本ということですので、これを今度は3つの式に分けていきます。PBR を分けたときは ROE と PER ということで、株主の皆さんにも馴染みの深い要素が2つ並んだかと思いますけれども、今回分解していく要素というのは、より経営者の立場に立った時に見るべき指標ということで、ROE の本質というのは、本当にですね、経営体質、利益を上げていく体質を経営者の立場に立ってどのように考えていくか、株主として長期投資するにあたって別に PBR 問題があろうがなかろうが、その会社がどのような経営をしているかというのを理解するのに大事な要素3つとなります。さて、分子には純利益、そして分母には株主資本が残るように計算式を当てはめていく。ということは、左側の分母と真ん中の分子、そして真ん中の分母と右側の分子、これが同じ要素、相殺する形で ROE に持っていくということですけれども、まず一つ目に当てはめる要素というのは売上高となります。そしてもう一つ当てはめる要素が総資本ということになります。これで3つの指標に分解することができました。左から順番にマージンですね。純利益割る売上高ということなので、売上高のうちコストやら税金などを支払って最終的に残る純利益ですね。この割合。そして真ん中というのはターンオーバーと言いまして、会社が手元にある総資本を使ってどれくらいの売上高を毎年上げることができているか。例えばですね、100万円の資本があった時に年間300万の売上高を計上することができれば3回転できていると、そういったニュアンスです。そして一番右、レバレッジと言いますけれども、総資本割る株主資本。手元にある総資本は株主資本だけではなくて、どれくらい借入金を調達して総資本にしているか。もし全く借り入れをしていなければ、総資本のすべてが株主資本になりますので、この項目1倍が計上されるといったようなものですね。ここまで分解することを皆さんの中にもご存知の方いらっしゃるかと思いますけれども、デュポン分析というふうに言います。ただ一つ一つをつぶさに解説していきますと、ただでさえ眠くなるような長い動画がさらに間延びしてしまいますので、まずはですね、マージンとターンオーバーをまとめてお話ししたいと思います。式のところでも簡単にご説明しましたが、まずマージンというのは売上高のうちコストですね、人件費であったり税金、これを支払って最後残る純利益、これはですね、株主に帰属するもの。この株主が権利として触れることのできる純利益の割合というのが売上高に対してどれくらいになっているか。そしてターンオーバーというのも先ほど少し触れましたが、手元にある総資本を使って年間でどれくらいの売り上げを積み上げることができるかというお話。ここまでのご説明だと、マージンというのは当然高い方がいいですし、ターンオーバーというのもたくさん売上高を計上できる方がいいということで、高い方がいいというふうに聞こえてくるかと思います。そしてレバレッジというのは総資本割る株主資本。これ逆数を取るとですね、株主資本割る総資本ということで、資本金のうちのどれくらいが株主の資本か、そして残りが負債という形になりますけれども、この式にすると皆さんよく馴染みの深い自己資本比率ということになります。ですのでバランスシートでご覧いただきますと、当然株主資本に当たるところが純資産、総資本に当たるところは左側の総資産ということになりますので、普段はですね、総資産のうちどれくらいの割合が純資産になっているか、つまり負債が少ない方が自己資本比率が高いということで評価しているかと思います。ただ今回 ROE を分解していく際には、その逆数となるレバレッジの方を使っている。ニュアンスとしては、株主資本である純資産がどれくらいあって、それに上乗せして負債が何倍あるか、そういった意味合いですね。つまりこの負債の項目がどれくらいの割合になっているかという観点は、レバレッジであっても自己資本比率であっても同じなわけです。例えば大量に銀行から融資を受けて負債が膨らんでいる企業というのは当然健全性としては良くないわけですけれども、これだけならまだしもさらに厄介なことに
仮に PBR が低いよと東証から怒られるのがめんどくさくて、新たに銀行から融資枠を使って負債を調達し、上場している株式を買い入れる自社株買いを行うことによって PBR を無理やり上げる、そういったことをしてくると非常に厄介になってきます。そういった意味でも当然自己資本比率は高い方がいいですし、その逆数となるレバレッジ、純資産に対して何倍の負債を持っているかという指標に関しては低い方がいいというふうに考えられます。ですので、こちらの式、左側の2つ、マージンとターンオーバーは、それぞれ高い方がいいのかなというところで、先ほどから濁したような表現をしているのは、この後もう少しご説明します。一方で、右側のレバレッジに関しては、低い方がいいんではないかということで、こちらも一概には言えませんけれども、一般的にはですね、負債があまりに大きいというのはよろしくないことなので、低い方がいいという観点をこの動画の中では使いたいと思います。さて、今回の動画のメインテーマですね。質の高い ROE の銘柄を探せということで、ROE の本質を先ほど分解してご紹介しましたが、これを使ってですね、どういった企業が今後 PBR は低いけれども ROE で改善してくれるか探していきたいと思います。ここからは実際の銘柄を先ほどの3つの項目でデータ分析していきたいわけですけれども、先にですね、濁したような表現というのをお話ししたいと思います。マージンとターンオーバー。この2つは高い方がいいというようなお話をしました。ただですね、経営者の立場として想像したときに、一つの会社を見るにあたっては、この2つ高くなるように改善していこうと考えるのはいいことなんですけれども、他の企業と横比較した時には一概には言えない。どういうことかと言いますと、例えばマージン、純利益割る売上高、つまり利益率が高い商品がたくさん売れるかどうかというのは、例えば年間10台しか作れないような超精密な工作機械などですね。こういったところは当然ですね、金額もかなりの規模になってくる。利益率としても当然年間10台しか作れないものだと高い利益率が上がる傾向になります。一方で、例えばですけれどもゲーム機といったような小型の商品、さらにはゲームソフトなんかもありますけれども、機械は機械でもこういったどれだけ数を売れるか、一つ一つの利益率はそんなに高くないけど、数売ってなんぼの世界の業種、こういったものもあります。勘のいい方はお気づきだと思いますが、マージン、利益率が高い商品を売っている企業というのは、得てしてターンオーバーが低い傾向になる。逆にターンオーバーが高い企業というのはマージンが低い傾向になるということで、様々な企業を横断的に見たときには、この2つの項目はトレードオフの関係になりがちということになります。このあたりのお話が後ほどのデータ分析でどのように評価するか大事になってきます。一方でレバレッジというのは先ほどもご紹介したように、一概には低ければ低いほどいいとは言えませんが、基本的に高いのは良くないという観点から今回は低い方を先行する形としています。ということで、ここまでを踏まえて、まずは質の高い ROE がどういうことかというのをご覧いただきたいと思います。トピックスの上位1000銘柄、その中で ROE の割合が 7.9 から 8.1 の間に入っている銘柄を8銘柄抽出いたしました。データの項目、それぞれ左から順番に銘柄名、そして ROE、パーセント表示、マージン、利益率もパーセント表示、ターンオーバーに関しては何回転しているか、そしてレバレッジは倍率となります。この8銘柄ですね、ROE のところをご覧いただきますと、それぞれ 8% 前後で揃っている、ほとんど差がない銘柄ですね。一般的には ROE を 8% の水準要求する投資家が多いので、この数字だけを見ればどの銘柄もクリアしているように見受けられます。ただですね、質の高い ROE という観点だとどれかと言いますと、まず一番最初ですね、レバレッジの項目ご覧いただきますと、倍率の小さいものは 1.5 倍、一方で高いものは3倍を超えるものもあります。例えばですけれども、三菱マテリアル、こちらのレバレッジ倍率は 3.24 倍ということになりますので、株主資本の 2.24 倍の負債を持っていることになります。一方で一番上の日鉄工業に関しては、倍率、この8銘柄の中では一番低い 1.56 倍。つまり、株主資本の半分程度の負債しか持っていないと
そうすると、負債の割合としてはかなり差がありますね。三菱マテリアルの方は株主資本の倍以上の負債を抱えている。なのに ROE は日鉄工業と同じ 8% ということで、では日鉄工業は何の数字が高いのかとご覧いただきますと、こちらの2つのどれかが高いわけですね。一目瞭然ですけれども、マージンが 6.22% となっている。三菱マテリアルの 2.48% と比べても3倍弱のマージンの高さ、売上高に対する利益率が高いというのが日鉄工業の特徴ですね。そしてターンオーバーに関しては両社とも 0.8 前後であまり大差がないということで、この2つの銘柄で ROE8% を比べたときには日鉄工業の方が質のいい ROE だというふうに表現できるわけですね。ではもう一つ比較してみたいと思います。今度はですね、日鉄工業と別の銘柄を見ていくということで、下から2番目の三愛オブリという銘柄、こちらをご覧いただきたいと思います。こちら一番右側のレバレッジの項目ですね。1.76 倍となっていますので、両者とも大きな差はない。一方で、マージンとターンオーバーをご覧いただきますと、相変わらず日鉄工業のマージンは非常に優位性があるんですけれども、今回はレバレッジに差がないということなので、結局ターンオーバーが三愛オブリの方が高いということがお分かりいただけると思います。これが先ほど申し上げたマージンとターンオーバーがトレードオフの関係になりやすいというお話ですね。日鉄工業はマージン、利益率の方が高いですけれども、三愛オブリの方はマージンが低い代わりにターンオーバーが高い。つまり数打ってなんぼの経営体質だということです。ではこの両者を比べたときに同じ ROE8% でどちらの方が質が高いと言えるでしょうか。それはですね、どちらとも言えないと思った方がほとんどではないでしょうか。つまりターンオーバーが低いからといってそれが経営体質悪いですよという評価はできないわけですね。そもそもそういう業態に身を置く企業であれば、いくら数を売れと言われても年間10台しか作れないような装置を来年は100台に増やすということはできないわけです。その企業が属している業種によってマージンやターンオーバーという数値は特徴づけられるわけですね。ということで企業の経営者の立場想像したときに PBR 問題を最も短絡的に株主のことを考えずに見かけだけ ROE の数字上げて PBR 問題を抜け出そうとしたときにはやはりこのレバレッジというところがキーポイントになるというのがお分かりいただけると思います。ということでここまでのご説明すべてを踏まえてどのように分析していくか、まずは PBR ですけれども対象となるのは1倍以下ですが、もう少しですね深掘りして 0.95 倍、ギリギリの倍率のところだと日時の株価変動で1倍超えたりもしますし、一応余白を持って 0.95 に設定しました。そして ROE から右側の項目、先ほどと違って業種ごとの標準化を行っています。アンダースコアと表現しているのは標準化を行っていますよという意味合いです。業種別に標準化を行うと、その銘柄が属する業種の中で最も平均的な数値が0になりますので、0以上の数字は平均以上、そして0以下は平均以下の数字ということになります。この標準化を行った数字は単なるスコアですので単位はないんですけれども、 ROE は平均値よりも大きいもの、そしてマージンとターンオーバーですけれどもトレードオフの関係になっていて、どちらが高い方がいいという表現はできないと申し上げましたが、業種ごとに標準化を行っているということなので、業態としては近いもの同士で標準化を行っている。その中で利益率がより高い銘柄というのは好ましいというふうに言えるかと思いますので、マージンに関しては平均以上というふうに設定します。一方でターンオーバーに関しては売っているものによって回転数というのは大きかったり小さかったりする。そのことに対していい悪いという評価はつけられないので何も設定していません。そして一番右側レバレッジに関しては今度はですね、業種の中で平均以下というふうに設定しています。負債が少なめの銘柄がいいということですね。そしてこちらの項目にて小さいものから順番に並べていきますと、ご覧のように日本郵船、青空銀行、新田というふうに
順番に並んでいて、こちらそれぞれのデータ、絞り込みを行っただけで、だいたい1000銘柄から30ほどに落とし込めるんですけれども、ここからスクロールしていきますと、こちらですね。いろんな業種から今後 PBR を改善するにあたって質が高めと言える ROE を記録している銘柄が並んできていますけれども、下に行くほど負債比率が業種の中で平均的になっていきますので、できればなるべく序盤の方に出てきた銘柄、その中でマージンが高い、つまり利益率がうまく上げられているものというのを探していくのがいいんではないでしょうか。再度ランキング上位の方をご覧いただきますと、マージンが高めのもの、青空銀行、メガチップス、暁なんかも高い部類ですね。あとはだいぶ下の方ですけれども、東洋タイヤなんかもマージンが高めのものとして面白そうな銘柄ピックアップされました。皆さんが注目している銘柄はこの中に入っていましたでしょうか。今回は ROE を深掘りして長期的に企業成長し PBR が改善していくんではないか、同じ ROE でもより具体的に落とし込んだ経営の姿というのを見ていく指標というのをご紹介いたしました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。